土屋先生の UL ハイキング大学 in 山と道講義5、ハイカーの視点から見るストーブの変遷。1限目、アウトドアストーブの起源とウルトラライト文脈における軌跡。はい、本日は UL ハイキング大学の、5回目ということで、今回は、調理器具編だったんですね。ストーブ。はい。はい。一応、かとか。はい、そうですね。はい。はい。をやっていただきます。講師はおなじみの土屋さんです。皆さん、大きな拍手でよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。前回、スリーピングシステムだっけ？だいぶ、期間が、すいません、サボったんで空いてしまいましたが、バックパックからスタートして、シューズ、テント、スリーピングシステムって感じできて、ストーブとクッカーの話をしておくと、大体オーバーナイトでハイキングに行く道具としては、大枠のところは抑えられるっていう感じになるんじゃないのかな。あとはほんとヘッデンとかね、あとは衣類系みたいなところになってくると思うので、なんとなくギア系は一回、一区切りという感じになると思います。今回調理器具とか、特にストーブの歴史みたいな感じになってくると、かなり膨大な感じになってきてしまうので、バックパックの時とちょっと同じような感じで、ある程度話としては、ウルトラライトハイキング、ウルトラライトバックパッキングの文脈でよく語られてきた、アルコールストーブとか固形燃料のストーブのところ、あと近年だったらなぜまたガスストーブに回帰しているのかみたいなところとかにメインのお話を置いていきたいと思います。ただ、前提条件として、ストーブそのものの簡単な概略についても、ちょっと触れといた方がいいかなと思います。ここ10年ぐらい、特にウルトラライトからハイキングに入った人たちにとっては、そもそもが多分、ガスストーブ、もしくはアルコールストーブとかから入った方が多いと思うので、ガソリンストーブや灯油ストーブを使ったことがない、原理がわからないという方とかも、いらっしゃると思うので、現実的に今使うか使わないか抜きにしといて、メーカーだったりだとか、あとそのショップという立場でユーザーさんと接するときなんかに、知識としてはちょっと知っといた方がいいかなと思うので、その話にも最初ちょこっと触れていきたいと思います。フィールドで使うパーソナルな燃焼器具っていうことになってくると、一番原始的なのは焚き火だと思います。日本だったら七輪とか、携帯できるいわゆるストーブというか、にはなってくると思うんですね。で、そういった焚き火、炭素の塊を燃やすっていうこと以外に、登山とか探検だとか、そういった文脈の中で、いわゆる運搬できるストーブっていうことで、登場した最初のものとかっていうのが、プリムスストーブとかって言われるもの。燃料タンクがあって、バーナーヘッドがあって、五徳があるっていうような、こういう感じのものがあります。そもそもが灯油です。この燃料タンクの中に入れて、ポンピングで燃料タンクの中の空気圧を上げます。中の灯油を気化させないと燃えない。灯油そのものに火つけてもメラメラーっと燃えるけれども、それでは十分な火力が出ないので、灯油を気化させて、ガスとして出して、それに空気混合して引火させて、安定した高火力の炎が出るんですけども、空気圧をポンピングしてあげる。その後この燃料タンクのところに固形燃料だったりとかを置いて、もしくはアルコールをかけて、熱加えてあげると、で、バルブを開けると、空気圧に押されて、燃料が出てくるときに液体燃料がここで温められて気化して、で、空気と混合して、ここで燃えるっていうような仕組みです。こういうものがプリムスストーブって言われているもので、この形自体はある程度完成させられた形で出てたので、寝袋も最初に作られたものでも大体どこもマミー型みたいなのがあったとか、三角形のピラミッド型のシェルターも基本形は一緒みたいな形で、このストーブ自体も基本的な構造だとか形っていうのは変わらずやっぱり今に来ています。もともと極地とか高所登山とか、そういうところである程度安定的に使われるっていうのがあったので、今でもこれは現役といえば現役。ただどっちかっていうと、サイズも大きいので、団体で何か行動をするときに使うものみたいなのは今でもあると思います。で、それが1940年代、だから第二次大戦の時に、米軍がコールマンとかで GI ストーブっていう、灯油よりも揮発性が高くて、すぐ引火しやすいガソリンを燃料に使うことで、よりストーブがコンパクトに
なります。で、その先駆けが、いわゆるキャンプメーカーさんのコールマンが作った GI ストーブ。まあその軍に対して納品するストーブで GI ストーブっていうのが生まれてきます。ガソリンストーブになったことで、基本的にはコンパクトになります。ただ構造的にはやっぱり同じです。燃料タンクに空気圧を加えて、中の気圧を上げます。空気圧を上げて、バルブをひねって、液体燃料を出す。で、それを気化させる。で、その気化させる方法として、プレヒートって言われている固形燃料を置いたりだとか、あとアルコール燃料をジェル状にしたものとかを置いたりだとか、それを燃やして加熱することで気化を促進するっていう方法も取られるし、あとは後年になってくると、いわゆるジェネレーターという器具があって、プレヒートの手間を省きたいっていうことで、燃料を、まあイメージ的にはこう細かく噴霧するみたいな感じのジェネレーターっていう管がストーブにつくようになります。その後、皆さんも今だったらよくご存知の MSR、マウンテンセーフティーリサーチさんが、1970何年だっけな ?70 年代頭に、モデル9っていう後年 XGK って言われているストーブを出します。で、それが、まあこれではないんだけども、要はこういう分離型って言われているタイプ。バーナー燃焼部分と燃料タンクっていうものが一体になっているものだと、加圧だとか、その熱を加えられた関係上、そのタンクの部分とかが破裂するとか故障するみたいな話が出てきたりだとか、あと、燃料タンク空気圧高い状態だとやっぱり危ないので、運搬する際にはその空気を抜かなきゃいけない。でも、揮発性とか引火性が高いガソリンを使ってて、まだこの燃焼部分とかが熱い状態の時に、下手にその空気圧を抜いちゃった時に引火するとか、そういった危険性もあったので、一体型ストーブの弱点みたいなものとかを解消しようみたいな思いで生まれたのが MSR のこういう分離型のストーブです。でそれがまあ XGK っていう初期のモデルがあり、でそれが Whisper Light、今でもあるモデルになり、でさらにまあドラゴンフライ。まあここは結構もう名品と言われているものなので、歴史的に話してまあいいものじゃないのかなと思います。で、今まで話してきたその灯油ストーブ、ガソリンストーブなんだけども、出力が高い。一番のメリットとしてはやっぱり低温下でも高標高でも使える。で、かつ火力が強いって思ってもらうといいんですけども、初期の頃のモデルはほとんど火力調整ができません。実際にガソリンストーブで微妙な火力調整ができるようになりますって言われるようになったのは、この MSR のドラゴンフライが出て以降ですね。でも、なんでまあその火力調整云々とかが後になっていったのかっていうのは、まあ燃焼器具の構造上の制約もあるんだけれども、そこら辺のストーブで一番重視されたのはやっぱ壊れないってことなんですよね。確実に着火をすること。で、フィールドで修理とかメンテナンスができること。なるべく壊れにくいっていうこと。これって実は、まあ僕らがウルトラライトの商品とかに求めている軽いっていうこと以外のところにもちょっと通じる部分があるんじゃないのかなと思います。まあなので、こういう風なガソリンストーブっていうか液体燃料系の歴史が、実は焚き火の後とかだと、その灯油ストーブがあり、ガソリン燃やすストーブがあり、そのガソリンのストーブの中でも、まあ分離式が出てきてっていうのがあります。そういう風な流れの中で、ガソリンとか灯油とか、液体の可燃性の燃料をタンクに入れて、自分で空気圧を上げて、圧力高めて、燃料を出して燃やすっていうのは、すごくまあ、わかりやすい。で、この流れだけは分かっておいてもらうといいと思うんですね。液体を加圧して、空気圧高めて、燃料を送り出して、それを気化させて燃やすっていうのが燃料の基本的な行動です。じゃあ、引火性、可燃性の高いものとかをタンクで持ち運ぶんじゃなくって、カートリッジで持ち運びましょうっていうのが、いわゆるガスカートリッジ式のストーブだと思ってください。これもガスって言うけど、気体が入ってるんじゃなくて、シャカシャカ音するじゃん。中入ってるのは液体です。中に入ってるのは石油系の液化ガスが入ってます。この缶自体には圧力高いので、バルブをひねると液体が外に出ます。で出る瞬間に大気の圧力になると気化します。で、それがこの穴のところで空気と混合して燃焼効率がいい形になって火花飛ばしたりとか引火させると燃えるようになります。だから
そういうガソリン系のストーブと、いわゆるガスカートリッジ式ストーブっていうのは、構造上は非常に似通ってるもの。原理的には同じなんだっていうふうにのも知っててもらうといいかなと思います。中に入ってる燃料の種類によって、ガスカートリッジ式ストーブの場合っていうのは、高標高とか、あと低温下では燃焼しにくいものがあったりとかはするんだけども、ガスカートリッジ式のストーブの中で次に出てくるものっていうのが、バーナーヘッドがついて、そこから炎が出ますっていうタイプのものに対して、今はなくなってしまったキャンピングガスっていうところが、1990年代に初めて触媒系って言われてる、炎を出すっていうよりは、これは今 MSR で出ているウィンドバーナーなんだけども、手当てるストーブと同じような感じで、ここに触媒を発熱させて、その熱で沸かすっていう、初めてその触媒系ストーブっていうのが出てきます。で、まあ、それは基本的には暖房を取るアウトドアヒーターとかでは使われるけども、あんまりまあ、その調理系のストーブの方とかでは使われる方向にはまあ、いかなかったんですけど、まあ、この後話してくるところにもちょっと繋がってくるんですね。アウトドアストーブのメインストリームに関しては、こういう感じで進化していきます。あと、ガスストーブのところでだと、一番は小型化。あと、日本の外さんがやったマイクロレギュレーターを搭載することで、低温下でも確実に気化が促進されるような機構がストーブの中に組み込まれてきたっていうのが大きな流れです。じゃあ、その中で、ウルトラライトっぽい話っていうのは、どこら辺から始まるんでしょうっていう話になってくると、個人的にはジェットボイルが一番最初かなと思います。僕らはウルトラライトっていうと、アルコールストーブとか固形燃料みたいなものをイメージするんだけれども、これは日本に限定した話かもしれないけども、日本のウルトラライトを追っかけていた人たちが、最初に結構衝撃を受けたのはやっぱりジェットボイルの出現だったんですよね。高効率ストーブ。お店でガソリンストーブがあって、ガスストーブがあって、で、ガスの中で CB 缶のこういうカセットコンロのやつもあって、みたいなのが当たり前で、で、その中での細かなメーカーとかによるちょっとしたこう差があった中で、一番衝撃的だったのが、ジェットボイルのソルチタニウムってやつかな。クッカーだけども、ジェットボイルの登場がすごく面白かったのっていうのは、ストーブの方を進化させるのではなくて、クッカーの方を工夫することで効率化を進めました。っていうことにあります。これまでってストーブに関して言うと、最初の目的が高標高とか極地のところで使う。低温だったりだとかするところで安定的に高い火力を得る。で、壊れないっていうことを目的にしてたりだとか、それをいかに小型化するかっていうことでガソリン燃料を使ったり、で、安全性を高めるっていう部分でカートリッジ式にしてみたりだとかっていう歴史があるんだけども、今度はその次に出てくるのっていうのが、まあ燃費を上げるため、いかに効率よくお湯を沸かすのかっていうところに次の課題が来たっていうふうに流れとしては理解をしてもらうといいのかなと思います。効率化をさせるためにバーナーの火力を上げるっていうのも一つの方法なんだけれども、こっちを上げてしまうとやっぱり燃費が悪くなったりだとかするので、じゃあ小さい火力でもその熱をどれだけクッカーの方に効果的に活かすのか。反映させるのかって時に、こういったフィンがついたクッカーっていうのが出てきます。現状今だったらば、まあ Amazon なんかでこう探したりだとかね、他にもこうググれば、こういうものっていうのはいっぱいこのクッカーだけでも出てきてるのはいっぱいあると思うんですけれども、ただまあ、これには一個大きな問題点があって、一酸化炭素が発生しやすいっていうのがすごく大きな問題としてあります。なので、クッカー単体の販売っていうものを行うメーカーが極端に少ない。製造国、販売国なんかの、その国内の法律によっても多分基準が違うので、OK な国もあれば NG な国もある。で、日本なんかの場合は、基本的にそのガス燃焼器具の販売に関しては、かなり細かな検査や規制が設けられているっていうこともあるので、日本の中ではオープンには一般流通がしていない。だったりだとか、流通をさせていても、これは売ってるけども、何用とは言わないで、売ってたりだとか、っていうのがあったりはした。まあ、ジェットボイルに関して言うと、バーナーと本体とのセットでこれで使ってくださいっていうことで、全部そういう国内の基準なんかもクリアをしている。で、それが入ってきた。だから、アメリカで発売されてから日本に入ってくるまでも結構実は時間かかってるんですよね。
アメリカの仕様のまんまでは日本通せなかったんで、若干仕様を変えたっていう話も聞いてますし、ここ MSR なんかも、さっきのこの触媒系のストーブのやつで、ウィンドバーナーっていうものが入ってきましたけども、こういうストーブは基本的にはまあセットで使っていただくもの。だから湯沸かし器だよね。これに関して。だから一つこれは大きなトピックスだったかなと。で、これがじゃあなんで自分のシーンの中でって話になると、今までこの UL ハイキング大学の中でも一番最初の時にベースウェイトって話をしたと思うんですね。ザックのウェイトの話。でもその時に水、食料、燃料っていうものはベースウェイトには含まないってなるじゃないですか。だからベースウェイトを4キロ、今だったら3キロぐらいまでっていうかこう軽くしていく、その方法をみんなで考えてきて、まあ山と道なんかもそのウルトラライトっていうこととかをまあ取り組んできたメーカーさんだと思うんですけども、とはいえ結局重たいのって水、食料、燃料なんですよね。だから考えてみてください。灯油ストーブやガソリンストーブの時には液体の燃料を担ぐんですよ。重たい。効率がいいガスカートリッジ式になってもみんなで言ってました。ガスカートリッジ何本持ってくる？山岳部とかワンゲルとかでだと綿密にそのメニューを決めて何人分作る、どういう調理する、今までメモを取ってきたやつとかから使用の燃料とかを測っといて、大体もうこれって計算をして持ってってたけども、そうじゃなければなんとなくガス管多く入れちゃうみたいなのがある中で、なんだかんだで燃料ってかさばるよね。重たくなるよね。使えばなくなるけどっていうのがあるので、ベースウェイトの削減化っていうところとは全然別の部分で、いわゆるベースウェイトに含まれない消費財のところをどれだけこう軽量化できるかっていったときに、ジェットボイルの登場で果たした役割っていうのは、まあすごく大きいと思います。だから実際に夕飯でお湯を 500cc 沸かすだけって考えると、ジェットボイル系のものでやれば、110缶で1人だったらば、10日から2週間はいけちゃうんですよね。まあこれ全員に当てはまらないからあれだけど、自分はそういう感じで使ってきました。今まで過去にもこのウィンドバーナーで2018年にシエラハイルートっていうオフトレイルルートで、ちょうどそれがまあ300キロで全部で3週間ちょっとパートナーの人間と歩いてるんだけども、その時に2人で1個だけウィンドバーナーこれを持って行って、だいたいまあお湯で戻すための食事のお湯を2人分沸かす。その後コーヒー1杯分ずつ沸かす。基本的には10日分ぐらい持ったんですよね。近年自分なんかも国内で旅するときにジェットボイル系のものとかを使うことはあるんだけれども、でまあその場合なんかでもやっぱり自分一人でやるってなった時に東海自然歩道は今回歩いたのは39日。でもちろんそのうち全部が天白ではないんだけども、結局ガス管は1個半しか使ってないんですよね。110缶。3分の2が野宿なんだけど、そう考えたときに燃料の軽量化って部分で言うと、かなりやっぱり大きな役割を果たしたのがジェットボイル。もしくはそれ以降の高効率型ストーブっていうことになると思います。ガスストーブまでだったらばそこで話は終わるんですけれど、じゃあ今の大きな流れを踏まえた上で、じゃあ僕ら、ウルトラライトハイキング、ウルトラライトバックパッキングっていう世界を好きな人間が興味を持ったもの、きっかけっていうと、やっぱアルコールストーブだと思います。あと固形燃料とかだと思うんだけど、こういうものがどういうタイミングで出てきたのかっていうところに話を持っていきたいと思います。こういう今まで紹介したもの、さっきの灯油ストーブ、ガソリンストーブ、ガスカートリッジ式ストーブ、どれも、いわゆる液体燃料を加圧させて燃焼させるっていう話は今ずっとしてきたと思うんですけども、それに対してアルコールストーブっていうのは、まあ、アルコールをエタノール、メタノール、同じ液体燃料を燃焼させるんだけど、原則として今までの加圧式のストーブに対して、アルコールストーブは液体燃料を非加圧で燃焼させる器具です。そこがちょっと今までのストーブとは違います。この非加圧式の液体燃料、液体ストーブの場合って、どうしても火力がここまで上がらないんですよね。やっぱ加圧したストーブの方が圧倒的に火力は高い。それに対して、まあアルコールストーブとかは、非加圧のものは火力が上がらないんです。なので、これってアウトドアとかで使うパーソナルな個人用のストーブとしては、メインストリームには躍り出なかったっていう歴史があります。ただ、アルコールストーブのメリットとしては、燃焼音が静かだったりとか、
燃料、もちろんアルコールも引火はするんだけども、燃料の運搬に伴う危険性が非常に少ない。やはりこういうストーブ自体もメリットを感じる人たちやっぱいたんですよね。特にメーカーとしてはスウェーデンのトランギア、今アウトドアで使うアルコールストーブの一番のオリジンと言えるのではないかと思います。オープンジェットって言われているこのアルコールストーブの形自体は、この形そのものがいろんなところでそもそもコピーされて大量に出回ってますし、現状今出ているアルコールストーブも基本構造はここから大きく進化はしていません。アルコールストーブのメインストリームそのものは。次にトランギアのストームクッカー。これストームクッカーの断面図なんだけど、アルコールストーブを置くこの土台があって、それと組み合わせるような形でこのように鍋を受け止める風防兼五徳みたいなものがあって、その上に鍋が乗っかっています。先ほど液体燃料を加圧して燃やす系のストーブに比べると、アルコールストーブみたいに加圧しないで燃やすストーブの場合は、どうしても火力が上がりません。でも、ジェットボイルの時の話を思い出してもらうといいんだけども、ジェットボイルも火力を上げるのではなくて、効率を良くすることでお湯をちゃんと沸かすみたいな話に行ったと思うんですね。だから、アルコールストーブの場合も、アルコールストーブそのものの火力はさほど大きくなくて、加圧式のものに比べて低くっても、鍋と全体のこのシステムとして効率いいものを作っていく。だから、ストームクッカーは一つのこれも完成形なんだけども、ストーブ自体をこの真ん中にセットしていることで、ここの台座の部分から空気が入って、暖炉とかと一緒です。ここで一個火を燃やしていると、下の方から空気が、暖炉のイメージが、暖炉のところから空気が入ってきて、上に煙突があるように空気が上の方に抜けます。だから酸素がどんどんこういう形で吸気して、酸素がどんどん供給されてよく燃えるようになります。その時に熱が、沿って、炎が当たるだけではなくて、その鍋底の脇を通ったりだとかして、排気されていく。ここで空気の循環が起きて、どんどん酸素が供給されて、ガンガン燃焼するように。この周りが風防になるんですよね。日本語でやっぱり風防とか、英語でもウィンドスクリーンってなるので、風よけみたいなイメージにどうしてもなっちゃうんだけど、じゃ風がなかったら大丈夫なのみたいな話になるんだけど、それよりは熱を逃がさない。ここで生まれた炎の熱を逃がさないっていうのが一番大きな役割ですね。こういう風防との組み合わせで全部一体化することで、トランギュラのアルコールストーブ自体は非常に使えるもの。だから UL で使ってるアルコールストーブってイメージ的には一人用っていうイメージがあると思うんだけど、実際にそのトランギュラのストームクッカーとかは2、3人とか3、4人のパーティーで使えるものがたくさんというか出ています。効率よいシステムさえ組んでいけば、実は火力が低いアルコールストーブでも実践で使える。それこそスウェーデン、北欧っていうと、皆さんも北欧行ったことある人っていらっしゃいます？あら。北欧歩いた時とかね、みんな北欧は本当に大自然どこでもテント張れてみたいな。アウトドアやる人たちからすると、って場所だけども、ああいう自然の中で実践的に使える道具として、トランギュラのアルコールストーブとか、ストームクッカーっていうのは発展というか、一つの完成形として出来上がったものだと思います。で、アルコールストーブ。文献とか見ていくと、北欧の人の加藤文太郎なんかも、行動食で甘納豆をポケットに入れて食べてた。甘納豆をアルコールストーブで冬雪の中温めて食ったみたいな日記の記述があったりだとかで、昔から日本でもこの形かどうかはちょっとあれなんですけども、そこまで僕も調べてないんですけど、アルコールストーブってそういう形で使われたりだとかはしてきた部分があるんだなと思います。一個アルコールストーブは本当に燃料、運搬時の安全性が上がるっていうのも一個ポイントにはなってきます。スウェーデンのトランギア、スウェーデンの地で長く愛されてきているベストセラーとしてのトランギアがあるんですけど、ウルトラライトハイキングの文脈の中でアルコールストーブが非常にフォーカスされたのっていうのは、ペプシ缶ストーブとか、そういう形でも呼ばれるようになっていたアルミ缶を使ったアルコールストーブだと思います。トランギアの話のところでも、運搬する液体燃料とかの危険性が非常にガソリンとかに比べると低い
っていうことも、まあ言ってたんですけども、それ以外の大きなメリットとして、アルコールストーブの構造自体は非常にシンプルです。ほぼほぼ壊れない。っていうのが、まあ最大の魅力だったりとかします。で、構造が簡単ですっていうことは、自分でも作れるっていうことなんですよね。さすがに自作で、やるマニアックな方もいるけれど、ガソリンストーブやガスストーブを自作で作るってなると、相当な専門知識と工作能力が必要だけど、アルコールストーブに関して言うと、100均で買ったものでも作れる。だから実際にアルコールストーブを作るワークショップなんかもね、開かれてたりだとかすると思いますし、ウルトラライトのシーンの中で、アルコールストーブがいろんな発展を遂げていった理由っていうのは、多くの人が自作をする余地が非常にあったっていうところだと思うんですよね。2000年代の時にウルトラライトハイキング、ウルトラライトバックパッキングっていうものに興味を持ったハイカーがやっぱ最初に目にしたものっていうのは、ペラペラのバックパックを背負って、ローカットのジョギングシューズを履いて、タープで寝て、空き缶のストーブで飯食ってっけどあれ大丈夫なんみたいなところがやっぱりものとしてのめっちゃインパクトだった。インパクトの中でペラペラザックと並ぶぐらいやっぱりインパクトがあったっていうのが、僕はやっぱりアルコールストーブだと思います。だから UL ハイカー、日本も含めて、おって思い、自作をできるっていうところが、ちょっとバックパックと並び、ウルトラライトハイキングのアイコン的な存在なんではないのかなと思っています。アメリカのシーンの中で、アルコールストーブが再注目された最大の理由っていうのは、アメリカのその PCT とか、アパラチアントレイルもそうだけど、アメリカの長距離トレイルの中で、ウルトラライトの手法、レイ・ジャーディンが言ったそのレイウェイっていうものが、発展進化していって、いつしかウルトラライトみたいに呼ばれるようになるわけだけど、超長距離トレイルを歩く中で、今でこそトレイルエンジェルとかトレイルマジックとか沿線の街も多くのハイカーが来ることが分かっているから、ガスカートリッジを置いたりとかっていうのが出てきてるから、もう別に燃料の入手には困らなくなった。けれど、初期の頃はそういうものがない。ただ道の設定だけがあって、年間歩く人間も100人にも満たないっていう時代になった時には、リサプライ、補給で降りた街で燃料を購入することが非常に困難。OD 缶とかは困難。その当時買えるとしたらば一番買えるのはおそらくアメリカだったらばガソリンだと思うんですよね。1980年代、90年代の頃って、日本のアウトドア業界の中でも、日本から出て行って世界を旅するんだったら、持っていくのはガソリンストーブ一択だよねっていう時代は長く続いたんですよね。車が走ってるところだったら絶対にガソリンはあるから。もしくは灯油は絶対にあるから、ガソリンも灯油も両方使えるような構造を持っているストーブっていうものが世界の僻地まで行くのであれば、絶対にガソリンストーブだって言われてたぐらい。カートリッジ式のガス管を購入するのっていうのは、やっぱり非常に限られた場所でしか買えないっていうのがあった。じゃあそういう中で、でも、ウルトラライトのハイカーが、これ重たいよねってなった場合、あとここまで別に火力いらないと。一人分だと。歩くのも別に雪山じゃない。無節期のグリーンシーズンのトレイルを歩くってなった時に、ここまでのスペックはいらないかも。ってなってった時に、目につけたのっていうのがやっぱアルコール。アルコール、日本だったらば、薬局とかドラッグストアでね、燃料変えたりだとかっていうのはあるんだけど、アメリカだったらば、ガソリンスタンドに行くと、ヒートって言われてるものが売られてるんですね。で、それが中身、アルコールストーブで使えるメタノールを中心にした素材のヒートっていうものが売ってて、で、それが確実に絶対ガソリンスタンドに行っては売ってる。で、アメリカだったらば、街に降りれば街のところには絶対ガソリンスタンドあるから、だから絶対に入手できる燃料として、アルコールが注目されます。で、じゃあそれを燃やすものとして、別にアルコール燃やすんだったら、それこそ本当に空き缶ぶった切ったものにアルコール入れて、火燃やしてもメラメラって燃えるから、お湯ちょっと沸かすぐらいはできるんだけど、アルコールストーブ自体の構造が非常に簡単なので、これをみんな自作するようになっていきます。なので、アルコールストーブがウルトラライト志向の超長距離ハイカーの中で注目をされるようになっていきます。ちょっと話は飛ぶんですけども、じゃあ今でもそうなのかっていうと、現実問題今となると、アルコールストーブ、特にカリフォルニア州では今、オープンファイヤー、焚き火と同じ扱いなんですね。今の基本的な見方からすると、燃料を遮断するためのシャットオフバルブ。こういうシャットオフバルブがついているものがストーブであって、
それがついてないもの。アルコールストーブとか固形燃料っていうのは、オープンファイヤー、焚き火と同じっていう形が、レギュレーション、ヨセミケなんかではなっていることもあって、現状今では1990年代当時とはかなりそこから30年でだいぶ変わってきたので、今の長距離ハイカー、北米の長距離ハイカーたちの中でアルコールストーブっていうのは、特に西海岸の方ではメインストリームではなくなった。っていうのはあるんだけど、今みたいなストーブの流れだったり、なんでアルコールストーブだったのかっていうところなんかも知っておいてもらうと、アルコールストーブがその当時のウルトラライトハイカーに果たした与えたインパクトとか役割っていうものは意識してもらえるといいかなと思います。で、実際問題、今でもアルコールストーブってやっぱり軽いんだよね。圧倒的に。あと、ウルトラライトってなると、自分たちで物を作るっていう精神も絶対的に語られることになるんだけど、じゃあその中で、例えば夏目さんなんかは自分たちでじゃあ自分のものを作るっていうところからバックパックメーカーを起こしたように、同じようにやっぱアルコールストーブっていうのにも自分で自分のハイキングを支えるものを生み出すっていう観点で考えたときには、精神性も含めて、やっぱり僕らウルトラライトが好きな人間としたらば、忘れてはいけない道具なんじゃないのかなっていうのが一個あります。じゃあ、アルコールストーブがどう進化していくのか。トランギラのことを何回も言っているんだけど、断面としてはすごくシンプルなこういう感じです。アルコールストーブって。オープンジェットって言われてる一番基本的なトランギラの機構がこの形なんだけど、中にアルコールを入れると、ここのところにここにアルコールが溜まるとします。中に入れると。アルコールストーブって、内壁と外壁があって、ここにアルコールを注ぐんだけど、この内壁と外壁の間にも当然アルコールは溜まるわけです。で、ここに引火させます。で、そうなると、本体そのものが、ここで炎が燃えると全体が加熱されられますよね。で、全体が加熱されると、この複室内、当然ここにも熱がいくので、アルコール燃料の温度も上がるし、複室内の空気も温められて膨張してここの圧力が高まります。で、そうなると熱せられて気化したアルコールがここの入り口のところに開いてるここの穴ありますよね。ここのところからガスが出ます。で、これにここで燃えた炎がポンって引火して、ここから炎が出る。っていうのが基本的な構造です。厳密に言ったらここも加圧されてると言えば言えないことはないんだけども、密閉された状態で加圧されてる加圧式と、オープンジェットって言われたようにオープン、開放されてる構造の中で一部加圧されてるっていうので根本的には違うって理解してもらうといいんですが、じゃあこういうすごくシンプルな形のアルコールストーブが、じゃあどういう風な進化というか、奇形化の道をって言ってもいいと思うんだけど、進んでいくのか。で、ちょっと皆さんにもできたらば、これは後で検索してもらえばいいんだけど、アメリカのサイトの中で全ストーブっていうので、アルコールストーブの総合サイトというか、非常に昔ながらの本当古臭いホームページのまんまですけども、それがアルコールストーブのいろんなことが知れるアーカイブみたいな感じになって、マニアックなサイトにはなってます。日本だと、全ストーブのサイトの中でも言及されることがある JSB っていう人がいるんですね。ブログもやってたんだけど、この方。今ちょっとリンク辿っても出てこなくなっちゃったので、もしかしたら閉鎖してるかもしれないんですけども、2000年代、日本の中で、そのアルコールストーブを作るビルダーがたくさんいる中で、その中での最も偉大なビルダーだと思います。技術者の人なので、すごいマニアックなものを考え出して、この人が考えているものって、いかにアルコールストーブを燃焼させるかとか、こうすればもっと面白いって形で、どんどんアイデアを形にしていくので、それがフィールドで使えるかどうかっていうところは二の次なんだけど、それがどっちかっていうと、当時のウルトラライトの世界でもあった、軽けりゃいいだろう。それが使えるかどうかはお前次第だよ。他の奴らが使えなくたって知らない。俺は使えるからオールオッケー。みたいな、半分狂気をはらんだ感じのすごい進化にいろいろと行き着いていくんですね。なので、この JSB さんっていう方なんかは、日本のウルトラライトの世界の中で、特にアルコールストーブを考えるときに、やっぱりその中でのリアルにパイオニアと言える人なので、その JSB というお名前というかね。じゃあ、彼含めてどういう形でアルコールストーブが進化していくのかっていう中で、一つはやっぱり加圧式に行くんです、やっぱり。だから液体燃料を加圧すれば火力上がるんだったら、アルストも加圧しちゃおうぜ。
っていうので、一時期あったのが、オープンじゃないんです、だから。閉めちゃってるんです。完全にアルコールストーブを密閉してしまってます。で、その当時だと、ここの中にアルコールを入れて、蓋をします。で、このくぼみのところにアルコール垂らして、プレヒートしてとか、あとはこういう風に周りにワイヤーを、あと不燃剤みたいなものを巻きつけて、それにもアルコールを垂らして火をつけて、ある意味火だるまというか熱で強制加熱するんですよ。極端な加圧状況を作ってあげたらば火力めっちゃ上がるんじゃねえみたいな。中にはスチールウールを中に入れて、外で燃えている炎の熱が液体の方に効率的に行くようにとかっていう工夫なんかをすごくして、めちゃくちゃ火力が強いアルコールストーブ作ったみたいなのっていうのもありました。ただ、熱暴走するんです。火力調整ができないので、状況によっては熱暴走を起こして溶けちゃったりとか、アルミ缶だから。っていうのもあったりはしたんだけど、結構一時期このどうやったらアルコールでも加圧式のストーブが作って、どんだけ火力を上げられるかっていうものとかをやってた時期があります。この加圧式ストーブの中で、この段階ではすごく奇形なものとして終わってしまったんだけど、これを商品としてかなり完成形に近いものにしてたのがフリーライト。そのフリーライトのそのブラストバーナーは写真見てもらうとわかるんだけども、機構的にはほとんど灯油ストーブと同じような感じになってます。ただやっぱり扱いは注意っていうことがあるので、フリーライトさんもこれは下ろしたりはしてないし、販売に関してはかなり制約設けながらやってるストーブなんだけども、このブラストストーブに関して言うと、加圧式アルコールストーブの燃焼形態で言うと、一つの完成形だと思います。だから実際にアルコールストーブで燃焼音が静かっていうのがあるんだけど、これは燃焼音ゴーってなります。普通のガソリンストーブとか灯油ストーブと同じような感じでやっぱり燃えるんですね。フリーライトやってる高橋さんっていうのも、もともとはその潜水ダイビングの方とかでの開発なんかもしてた方なので、いわゆる基礎的な工学だとか、そっちの知識もおありの方なので、そういったものにやっぱりたどり着いてるんだけども、アルコールストーブでも一つ加圧式ストーブっていうのは出てきます。もう一個が、さっきトランギアのところとかでも、吸気して排気をするって話をしましたよね。物が燃えるときって酸素が必要っていうのは、なんとなく理科の実験だけじゃなくても、焚き火とかをやっててもわかると思うんですよ。酸素がなければ物は燃えない。だから、燃焼アルコールをさせるときに、酸素をいかに中に取り込むのかっていうので、本体に穴を開けて吸気しやすくしてる。吸排気ができる構造にして、なおかつその吸気口を閉じたりだとかすることで火力調整をしようっていう、どこまで本当にできるんだって話なんだけど、こういうものも起こってます。吸気口を開けること自体っていうのは、実はすごく効率的なのであって、後でまた話しますけども、ウルトラライトの世界のストームクッカーって言われているもので、カルデラコーンというものがあります。円錐形の風防。これをごとく剣にしてしまい、ぴったりと乗るような形にするんですね。これがだから風防剣ごとく。下には吸気のための穴が開いてて、吸気して、燃やして、こっから熱を回して排気する。で、その時に、これ完全に鍋肌を覆っているので、熱が全部この鍋肌のところをきれいに抜けていくので、熱効率がめちゃくちゃいい。ただ、この状態で中でアルコールストーブを燃やそうとすると、通常のアルコールストーブだと酸素が足りないんですよね。ある意味この中って吸排気口は開いてるけども、通常の状態に比べると密閉空間に近いですよね。例えば、普通のアルコールストーブを置いて、風防をつけて置くっていう時って、ここ間開けるんですよ。じゃないと中酸欠状態になっちゃう。これって燃焼するのに酸素足りなくない？酸欠にならない？ってなるんだけれども、その時に専用の吸排気口がついているストーブを使うと、これが大丈夫だったりとかするんですね。これもカルデラコーンを作ったトレールデザインっていうところも、ラスっていうこれをやってた人たちなんかが、そもそも工学系の博士号を持ってる人なんですね。シンプルな構造なんだけど、それをすごく突き詰めて、ちゃんと燃焼も計算して、科学的な知識がベースに合う人たちが、いろいろマッドサイエンティスト的なことをやっていくんですよね。だからこの吸排気系ストーブっていうのは、アルコールストーブの中でも一つのトピックスになってくるし、アルコールストーブのストームクッカーっ
言いましたけど、この形が現状でだとやっぱり一番熱効率はいいんですよね。ただ、カルデラコ本体、ハイカーズデポでも一時期やってたんだけども、お店への卸売りをしなくなった。ムーンライトギアさんでもやってたんだけど、日本で流通しなくなったのっていうのは、卸売りをもう直販以外しなくなりましたっていうのもあるんですね。で、あと、これ、構造的な一番のデメリットとしては、クッカーに対して決まってるんですよ、使える風防が。他への汎用が効かない。このクッカーはもうこれじゃなきゃダメ。で、K が合えば OK なんじゃんってみんな考えてたんだけど、高さが変わると炎の当たる位置が変わりますよね。アルコールストーブの炎がこの状態なのか、鍋底が下がってこの状態なのかで、効率って全然違うじゃないですか。直径が合うだけじゃダメなんっていうのもあって、結局1対1対応なんですよね。だからホームページ行くとめちゃくちゃ種類があるんですよ。多くのメーカーさんでは、どっかがね、権利買ってやるってこともしないのは、まあそういうのが理由なんじゃないのかなとは思います。もう一個アルコールストーブの中でトピックスだったものの話をする前に一旦休憩入れますか。5分10分休憩しますか。はい。